すごくわかるんですよ。ここでめちゃめちゃ目立てるチャンスなんですよ。ちゃんと考えていくとストロングポイントになり得るところがあったりとか、結構大きなヒントになると思います。今回なんですけど、1代でアップル社を大企業に成長させたモンジ社長が考える成功する思考法についてお伺いできればと思います。よろしくお願いします。お願いします。成功するにはどんな思考をするのが大事ですか？逆転逆張り思考と言ってますけど、一石三鳥思考、この2つを言いますかね。それはどういうことですか？みんながいいって言ってるものはその本当にいいのか悪いことないのかって考える。こんな感じの考え方からアイデアとか生まれてくることが多いんですよね。一石三鳥思考って言ってるのは、一石二鳥だとよくある言葉だし、みんなも考えるかなと思うんですけど、そういう意味ではずるいんで、この一歩でね、一石二鳥なら三鳥なんねえかな四鳥なんねえかなっていつも考えてますよ。割とそれは仕事でも仕事でも人生でも全部そうです。全部が、みんなが iMac だ iPhone で使ってるから、それ使っとけばなんか外れ物にならないみたいな、多分そういうのが働いてると思うんです。僕逆で、みんなが使ってるものを使いたくないんですよ。本当はそのみんながいいと言ってるものを疑ってかかったりしますし、本当にいいのは何がいいんだみたいなほじくり出したりしますし、じゃあみんなが悪いって言われてるものを本当に悪いのかと、そういう思考の癖があるんですよね。悪く言うと疑ってかかるし、いい意味で言うとちゃんと本質で考える、人の意見に左右されずにまず本当にいいのか悪いのか考えてみる、そういう思考があるかなと思いますね。常に逆張りだったり、一石三鳥みたいなところでプラスアルファ何かできないかなみたいなところを考えてるってことですね。そうですね。やっぱ誰でもできる仕事ってやっぱあると思うんですけど、そういうのがあると僕は結構やる気がなくなっちゃうんですけど、そういうのってどうすればいいですか？僕も昔親父に言われたことなんですよ。仕事を始めたんだって言ったら、何の仕事を始めたの？引っ越しって言ったら、物を運べばいいから誰でもできる仕事か。ものすごくムカつきまして、自分なりにいろいろ考えて、誰でもできる仕事こそ奥が深いんだと。誰でもできるからこそできないやつとできるやつの差が激しいんですよ。言い方申し訳なく悪いですけど、誰でもできる仕事ってやっぱできない人結構いるっすよ。だとしたらその中でできたら自分が目立てるし、成果がするし、そういう考え方ができると、それこそ誰でもできる仕事でも差別化とか結果の出し方とか変わってくるんですよね。会社でもよく言うんですけど、例えばトイレの掃除を任せられた時に、その人が本当にできるやつかとかすごくわかるんですよ。ここでめちゃめちゃ目立てるチャンスがあるんですよ。小さい仕事だとかトイレ掃除がやってるやつが多い中ですごくピカピカにしてすごい成果出したら、もうそれだけであいつはできるって言うんですよ。全部応用した考え方を結構してると思うんです。こういう役割を与えられたんだったら、普通の人はこれをやればいいと思うから、例えば1から10まであって、これをやったらこの仕事できるから、これやるのが俺の仕事だと思うけど、その仕事ももし僕が任されたとしたら、10までやったらいいんだけど、これ12までやったら、例えばこの仕事の先の工程の人ってめっちゃ楽だよなとか、ここ13までこういうやり方したらできるんじゃないかなみたいな考えたりとかしてやってると目立ちますし、気が利くやつとか気づくやつとか言われる時も多分出ると思いますし、自分の会社でも本当そうだと思いますよ。そういう人がいたらやっぱ目つけますもん。社長は目をつけますか？はい。例えば挨拶大事です。とにかく元気よく挨拶しましょうって言ってて、会社でもそう言ってるけど、やっぱできない人いるわけですよ。でも毎日必ず本当に言われた通り元気よく挨拶してて、なんなら自分で考えてオリジナリティを加えて、自分だけじゃなくて周りも笑顔で大きな声で元気よく挨拶できるように取り組みをしてとかっていうのをずっと続けてるやつがいたら、もう絶対重宝するじゃないですか。なんなら次の何か仕事任せたいと思ったら抜擢しますよ。誰でもできるんですけど、やろうと思えば。だからこそ差がつけられるんで、割とじゃあ自分がポジティブなマインドになるっていうのもそうですけど、周りから見ても差別化できて成果を出すこともできるかもしれないって感じです。今の時代特にそうですけど、人と違うことをするだけで、最低限でも見てはもらえますよね。モンジ社長が捉え方を変えたおかげで成果が出たことって過去に事例とかありますか？いや、めちゃめちゃありますと。これは笑い話ですけど、いつもネタで言ってるんですけど、僕そもそももう実質小卒で中卒だから、これも差別化なんですよ、経営者の中で。例えばこれもですよ、普通だったら、最初自分もそうだったんですけど、コンプレックスだったりするじゃないですか。例えば経営者の会合に行って、みんな、東大です、京大です、慶応です、早稲田です、ってバーッといたとしてですよ。普通はコンプレックスなんで、中卒って言えないんですよ。でも、僕は、中卒です、興にしていて、それだけで差別化じゃないですか。普通の人だったら中卒ですっていうのは恥ずかしいことかもしれないんですけど、僕はむしろ強みだと思っていて、だって申し訳ないんですけどつって僕はですよ、めちゃめちゃ頑張って勉強して今からでもやったら東大いけるかもしれないですと。僕はあなたの経歴になれる可能性があります。でもあなた今から絶対中卒になれるじゃないですか。そういう意味では僕の方が得があるなって。
捉え方だけですごい強みになる可能性もあると。もしかしたら名前もそうかもしれないです。僕の名前読めないから、大体名刺交換すると、なんて読むのって言って、その話だけで5分、10分になるんですね。さらに経歴を言うと、本当にそれだけで得するんですよ。でもそういうの昔からあったから、自分の名前も珍しいと人との差別化なんで、この名前だけで覚えてもらえるとか、正直本当は社交的じゃないんですけど、知らない人と会話ってなかなかキャッチボール難しいんですけど、この名前のネタだけで誰とでも5分10分喋れるんですよ。これめちゃめちゃいいなみたいな。珍しい名前を恥ずかしがる人もいるし、昔いじめられた、バカにされたとか嫌な人もいますけど、僕にとっては逆に強みがめちゃめちゃ役に立ちましたね。人からこれ絶対無理だよねとか否定されるとめちゃめちゃ頑張るかもしれない。みんなが無理だと思ってるところを無理じゃなかったことを証明してやるとか、そこは確かにありますね。引っ越しのね、会社で経営者やってるっていうのも、例えばそうだから本当経営者の集まりとかで IT だ、なんだかんだ最先端の AI だとかってやってるっていう場に行くと、俺引っ越しはなんか言いたくねえなとか、いや、俺はこんなことしかやってないんだよとかって多分言っちゃう人もいると思うんですけど、それはでも逆に考えるとですよ。普通の人はこう言うんですよね。何やってんですか？引っ越し会社ですって言うと、これから人口減でマーケットがシュリンクしていくから大変ですね、レッドオーシャンですねって言われるんですけど、確かにそれは事実だなと。人口減もそれに伴ってマーケット減も事実だ。だけど本当にそれって大変ってどういう意味なんだみたいなってやっぱ考えて、でも俺の経営者としての究極の差別化は引っ越し宿。マーケットはシュリンクするけど業者数も減るし、だって働き手も減るから。でもっと言うと、これからの時代労働集約型で利益率が低くて、コンプライアンスがうるさいこの時代に利率も低くて、で働き方改革とかって言われて、めちゃめちゃそれが直結する業界に優秀な経営者入ってこないんですよ。これは俺でも勝てる戦場じゃんみたいな。ということは俺にとってはいい選択であると。みたいに冷静に事実とそう言われたから違うんじゃないのかなと疑って考えていくと、これは逆に強みだと、差別化だと考えたりするんですよね。全部マーケティングもオペレーションも逆張りとか逆転の発想で考えてきてうまくいってることの方がだから多いです。どの市場でもどの職種でも考え方によってはプラスのこといっぱいあるんで、そういうのを掘り込んで見つけていって世の中で非常識ってされてることを裏返していくと、実は結構そこにビジネスチャンスがあったりとか、ちゃんと考えていくとストロングポイントになり得るところがあったりとか、そういう発想思考法っていうのはめちゃめちゃ重要だとは僕は思いますけど。ありがとうございます。ちょっと改めてにはなるんですけど、モンジ社長が考える成功する思考法のまとめをお伺いしてもよろしいでしょうか。逆張り逆転思考、一石三鳥思考ですかね。例えば世の中の人口がこれだけいるとして、比率で 100% として、仮に皆さんが思う成功してる経営者ってこんな人もいるじゃないですか。大多数の人はそれに当てはまらないとしたらですよ、大多数の人の考え方を崇拝してたらここにはなるんですよ。なんでやっぱ人と違ったことを考えていったりとか、捉え方を変えていったりとかするっていうことは結構大きなヒントになると思います。ありがとうございます。本日も動画を見ていただきありがとうございます。アップル引っ越しセンターではホームページや SNS 等を通じて様々な情報を発信しています。やる気のある若い人いつでも募集しておりますので、興味がありましたらお問い合わせください。こちらの YouTube チャンネルでは現場の様子、対談、会社のイベントとか、研修、そして引っ越しに役立つ情報等々様々な動画も配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後にこちらの動画もいいねを押していただけると嬉しいです。今日もありがとうございました。